こんにちは。アミリスの徳子です。メリーです。今回はこの秋に編みたいパターンをご紹介するということで、はい、双方3つずつ選んでまいりました。はい、はい、そちらをご紹介したいと思います。はい。じゃあ私から、一つは、うちで翻訳本が出てるネオンズ&ニュートラルズのエイミーの本なんですけど、こっから質問忘れちゃった。フェルールというこのパターンなんですけれども、このマールっていう技法で2本取りでこの模様を作って色味を変えていくっていう感じなんですよね。この人ですか？フローレンス・サプリン、スパーリングさんかな、ちょっと存じ上げないんですけれども、去年エイミーがサンプル多分持ってきてくださったのかな。可愛かったよね。で6色のレースウェイトの糸とライトフィンガリングを揃えるっていう、もう最難関選ぶのが、すごい色を重ねていくんですよ。でそれでなんかもう途方に暮れちゃって、その時とはいえですよ、インターン社だし、結構なんか大変な感じはしてる。結構翻訳しながら、ただのチェックに見えたけど、これ結構大変なやつと思って。でエイミーが着てるこの黄色のバージョンもすごい可愛くて、でエイミーが「私色選ぶわよ」の魔の発言があって、ちょっと糸を選んでもらえそうになったのをぐっと我慢したんですよ。でもとはいえもうこれエイミーに選んでほしいっていう気持ちにはなってるが、でもなんか手編みの醍醐味かなみたいな、この感じが。色を変えつつ、そのカノコとかを入れてるんだよね。そうそれで凹凸もさらにあるっていう感じで、凹凸はあるけど色が変わってないところもあるんだよね。だからまあ多分このエイミーのが一番分かりやすいんだけど、なんか黄色もありながら、多分ここがインター社でピンクになってるかなみたいな。で楽しむ、なんか編むのも大変だけど、楽しそうだなっていうのが気になって、これ編みたいなとは思ってます。マールって何でしたっけ？マールは色をなんか混ぜるっていうか、日本マールっていうもの自体は2色違う糸を一緒に編むとちょっと符が入ったような編み地になるもの自体をマールって言うんですけど、まあよくある技法としては2本取りで編みながら次は1本で編んで次2本で編むみたいな、なんかそういうのにしてみたり、なんか2本取りを使った技法みたいな、総称みたいな感じでマールっていう言い方をしてますけれども、そんな感じです。はい、私は最近出た、これからいきますか。はい、このジャレットのブルックリンツイードのオーナーさんのジャレットが、ブランケットの本をアメリカの大手の出版社から出したんですけれども、その私たちもに1個デザインを寄せてるんですけど、もうだいぶ前だよね。2年ぐらい前かな。2年ぐらい前のお正月前にやった仕事です、これ。結構前だよね。やっと出たって感じですけれど、この紹介しようかな。BT の糸を使ったいろいろなブランケットとか、あとベッドカバー、ソファーカバーみたいなものを、ご紹介するっていうんですけれども、うちはシングルベッドサイズって言われた選べなかったの。向こうがそれでお願いしますって言われてきて、まさかみたいね、模様のリピートを変えればいくらでも違う大きさのものはできるんですけれども、ということで、大変な実物がここに持てないぐらいですね。そう結構重いです。ここから変わってますね。あまりにも大きくてちょっと糸代がいくらになるのっていう、予想では8万から9万かなって感じ。
はいですね、アーバーの。このねシングルベッドサイズになると、でもそう実際なんですなんかブロッキングしたらもっと大きくそう、もっと大なっちゃったんだよね。きくなっちゃったんで、多分ダブルベッドぐらいいけるんじゃないかっていう、感じの大きさにははい、なったん大きさにはなですってるんけど、ですけど、この滑り目しながら編むっていうのを考えたね、うん、2人で。はい、はい、なんか刺し子のその縫ったそうなんか布をこれ編み物でもできるんじゃないかと思って、ちょっと2人でいろいろ実験をしつつ試行錯誤してこの編み方をちょっと考えて、裏から見るとこうなってるんですけど、糸がちょっと渡るんですね。で表から見ると糸渡ってる部分がこの白いところになってまるで縫ってるように見える、でも編み込みしてるわけじゃではないんですよ。基本普通に滑り目してるだけなんですけど、白で編む段とそうこの色で編む段が交互に出てくる感じ、結構よくできてる、はいね、ちょっと小銀刺しみたいですね。そう考えた発明した感ある2人で、でボコボコしてますよね。それがね小銀も同じ原理でできていて、刺繍とか糸を渡していないところの模様が浮き出るっていうのが小銀も同じで、なので本当に同じ効果を編み物でやってみましたっていう感じになってるんですけど、写真映えする模様ですね。そうですね、写真に撮った方がね、ちょっとね編み物にしちゃうとこの隙間が結構開くっていうのはあるんですけど、遠くから見るとちゃんと小銀模様のような、なる見た目に。そうなんです。それでまさかの大きなサイズのオファーが来ちゃったから、私の凄腕サンプルニッターにお正月中のお願いってことで発注したらすごい勢いで編んでくれて、もう驚いちゃったよね。驚いちゃった。でも助かりました。もう私たちにはこんな大きさのものは編めなかった。そうこっち選べないのと思ったよね、大きさの指定が来たから。選べないんだ。なんか膝掛けぐらいかなと思ってたら、ちょっとすごい大きいものをもう無理無理って言ったんですけど、糸なんでしたっけ？糸はアーバーです。そうなんです。それで向こうからサンプル用の糸が来たら、まさかの段ボール1箱分来て、うちのスタッフにこれ売る用ですかって言われて、いや全部サンプル用だから送ってっていうぐらいの糸量でした。それでもギリギリだったの、この青が。そうだよね、足りるかなって感じでした。これは私たちのになるんですけど、他にも可愛いのいっぱいあって、可愛いのいっぱいあります。で、アメリスでは多分10月下旬10月末ぐらいに入荷するかな、なのでお待ちいただければまたうちでも売るんですけれども、このねキャビンがねキャビンキルト、これジャレットですね。編みたいなと思って、まさにパッチワークと同じようにできていて、この一つのスクエアをいっぱい編んでつなげるのか。それをいろいろな向きで組み合わせるといろんな模様ができるっていうのが、これがねお母さんのキルト、お母さんが作ったキルトで、これがジャレットが編んだ。そうだからお母さんからもらったキルトをジャレットがどうやったら編み物で再現するかを考えたっていうコンセプトの、素敵なお話なの。そうですね。ただキャビンキルトのようなブランケットを編むっていう技法というか手法自体はもともと広く存在はしていて、新しいものではないんですけれども、それをBT の糸で、色の組み合わせとかがジャレットが考えたっていう、これをやればいいんだよね。たくさん編むっていうことになってます。もう色味はこのジャレットの色味がいいよね。私これを見たら、もうこれがすっかり気に入ってしまって、そうそれが素晴らしい。それがこれなんです。これはシェルターの枷で染めたものですか？そうですね。枷染めのシェルターになってます。今はもう売ってないんでしょうか？いやまだあるんだけど、ちょっと在庫がだいぶ少なくなってきて、この間中町さんもライブの時に言ってましたけど、これ廃盤になることが決まってて、私今これでセーター編んでるんですけど、本当になんで売れないのかって心の底から思ってる。なのでちょっと今のうちに在庫をキープした。キープしたんだ。可愛いね。可愛いよね。シェルターで編むとめちゃめちゃ軽いんですよ。
なんかね、ちょっとアーバーはねやっぱ重量感あってうんちょっとなんか重いなって感じするけど、はいシェルターは本当におすすめなんで、ね、風染めじゃなくても普通のシェルターで十分可愛いとは思うんですけど、そうこのパッキリしたちょっとポップな色合いがいいなこれにと思って。緑もあるんです。はい。ということでそれが一つ目になってます。あ、いいですね。はい。じゃあ次は私。ですね、今ちょっと在庫がなくて、買えないんですけど、イサガーのニッティングライフの2の方ですね。はい。なんですが、いろんな国の、をコンセプトしたやつが載ってるんですよね。マリアネさんがいろんな国に行って、その思い出現地のモチーフでニットをデザインしてきたっていう、こう半生をたどるみたいな感じの本になってて、インドのですね、このナマステっていうパターンがあるんですが、この下のモザイクみたいなものに上にインター社でこの格子を当てはめるという、これが一番、この写真が一番わかりやすいですね。下にカラフルな字はインター社でブロックになっていて、まさかのインター社なんです。その上にこの編み物を上に乗せるんです。編みのものを。それはひっついてるんですか？はい、ひっつけながら編むみたいな。このブークレーのモケモケしたものを上に乗せるんです。で、とにかく可愛いじゃないですか。で、編んだ人の話を聞くと大変だったらしいんですけど、なんか編みたいし可愛いなと思って。で、この写真のものはさらにそのブロックをいろんな色で編んでるんだよね。そうそう。だからいろんな色がないとこれはできないけど、とにかくこのモケモケしたものをまた上に乗せるっていうのがすごい可愛い考え方として、実物もとっても可愛い。で、半袖なのがちょっと難しいような気にもなるけど、もう昨今暑いからかえって半袖のセーターを着る機会が前より増えるかなって気持ちにもなり、まあ確かにね、でもまあそれはもう一色でただ普通に長く編もうと思えば編めるとは思います。ということでこれすごい編みたい気持ちでいっぱいです。もしねまた本が買えるようになったらうちでも取り扱いしたいなと思ってますが、全体的にいいパターン、たくさんあります。私も編みたいものがいろいろあって、この表紙の写真のこのセーターもすごく可愛くて、そうですね。これ編みたいの思っています。ナマステはおそらく単品のパターンもお売りしてると思うので、またキットなど出ましたらぜひ。私はもうだいぶ前から前も紹介したことがあるかもしれないんですけど、この去年出したノーザンライツという、やっぱりブルックリンツイードと一緒に出した本の中で、大鶴さんのデザインしたショールを私のでも編んでる人結構いた。大鶴さんのこのショールね、これ本当ブリオッシュとストライプの組み合わせで大鶴さんがやりそうな雰囲気のデザインですね。デザインになってるんですけど、ロフトですかね。ロフト、基本はロフトか、このトーンズライトですね。それでBT の人がこの色で編んでるサンプルがめちゃめちゃ可愛くて、あった。それでちょっと私もこれ欲しいと思って、やっぱこれね、これが効いてるよね。糸をキープしてる。キープしてる。そうですね。この3色で編まれるといいですね。編めるといいなと思ってます。わかりました。で、私はちょっと今現物は何もないんですけれども、アシュランドジュリー・フーバーがデザインしたBT のパターンですね。可愛いね。この間サンプルを売り出してたよね。でそれでね、今来ましたアンチョコが。でBT がサンプルセールをやるって時にこのアシュランドが売りに出てて、すごい買いたいと思ったけど、買わなかったんですよ。でもこのロフトとかトーンズライトとかの組み合わせでこの中で編み目みたいな、編み模様みたいな、なんかねじり模様とかがこう入った、おそらくジュリーなんで
閉じはぎだったり、うん普通にボトムアップだったりするんじゃないかっていう私の多予想。分パーツ編んで閉じはぎ型じゃないかな。ボトムアップでインザラウンドだけど、多分ここだけラウンドで、うんここら辺は閉じはぎなんだと思うんですけど、はいや可愛いと、この色合いも可愛いし、ジュリーの久しぶりに編みたいなって気持ちでこれを選びました。多分ね、このモデルさんが着てる雰囲気を見ると私に合ってそうな体型だと思われまして、これ多分私似合うだろうなっていう気持ちで次編みたいなと思ってますね。サンプルセール買いたかったけどすごい言ってたよね。みたいなこのサンプル買いたいみたいな。ジュリーのサンプルこんな売るのと思って、なんだ私買いたかったって思いましたけど、はい、編みます。はい、はい。メリさんなんですか？はい。私ブログで妄想編み物っていうシリーズをやっていて、この動画が出る頃にはもしかしたらその記事がもうアップされてるかもしれないんですけど、ミゾーニセーター出てます。もう出てる。それを編みたいなと思って、なんだっけ、リンジーですね。はい。でリンジーデガンさん。でリンジーは、もうお会いしたのは最初2、3年前かな、ニューヨークラインベックで会って、もうすごい洒落てるわけ、それでその時から気になってるんですけど、最近は、ニットデザインの方にも進出してきまして、前からそうなのかな、多分もともと両方やってるんですよ。編み物のデザインもしてるし、グラフィックデザイナーみたいな仕事してるんだよね。あとアパレルのニットのデザインも多分やっていて、自分でその工場で作ったセーターも売っていて、あと最近は編み物の道具も売ったりとかしていて、私なんか彼女のパターンを今すごいつぶさに見ていて、でもなんかどうしてもそのジグザグセーターが見たくなって、これ俳句なんですけど、色だけをもう準備したんだよね。そうもう、色はキープしてあるもう糸からキープするタイプですからね。はい、キープされております。特にやっぱり俳句、このオレンジが作ってよかったなと思って、これないとちょっと華々しさに欠けました。そうなんですよ。ちょっとこんな感じで色は選んでいるので編みたいなと思っています。そうですね。はい。リンジーおすすめです。洒落てるよね。なんかすごいですよね。穴開いてるのとか、ね、目玉ついてたりとか。その割にパターンが普通にできてるってところがいいなと思う。ちゃんとしてる。そうなんだよね。そうなんです。だから一度リンジーのやつ編んでみたいなとは私も思っています。はい。パターンにはなんか塗り絵もついていて、自分で色を塗って決めたらどうか、何色にするか考えるっていうことになってます。皆さんもぜひはい、今回もちゃんと紹介できましたね。よかったです。秋のお楽しみできましたら幸いです。ちょっと実際には多分何も編めない。ちょっと編みかけが渋滞中なので、ちょっといつ編めるかわからないですけど、妄想だけをね、編みたいなと思っているものを紹介しました。この動画がいいと思いましたら、チャンネル登録といいねボタンと、あとあれですね、ご自分が編みたいと思うパターンとか教えてくださるといいですね。あとなんか参考になったとか言っていただけると大変嬉しいです。お待ちしてます。よろしくお願いします。